はい、こんにちは。トマログのトマです。今日は前回の多分タクロコマさんのカバンの中身を撮ったんですけど、それのつながり的な感じで今もベルリンにいて、で今度はタクロコマさんの奥さんである荻ゆかさんのカバンの中身も見せていただくことになりました。みたいな。ありがとうございます。荻ゆかさんのこと知らない人もいると思うんで、荻ゆかさんの自己紹介みたいなのをちょっとお願いします。はい、荻原ゆかと言います。荻ゆかと呼ばれていることが多いので荻ゆかと覚えてください。私は、アートディレクターとグラフィックデザイナーを、しています。何を作ってるかっていうと、ウェブマガジンの運営に携わっていたり、パッケージや冊子っていうのも作っています。前回出たタクロコマと一緒にウェブマガジンを立ち上げようとしていて、そのデザインだったり動画の編集だったりとかをしています。ありがとうございます。なんか紙とかもやられてるっていう感じなんですか？そうですね、最近は冊子とかリーフレットとかが多くて、はい、最近作ったのだと、北海道の下川町という町があって、はいはいはい、そこの、はい、町内の方に配る用の冊子を作ったりとか、あとなんでしょう、お米のパッケージをやらせていただいたりとか。そうなんですね。すごい面白い。いろいろものを遠隔でデータをしてもらってっていうのをやっています。なるほど。その遠隔っていう話が出たんですけど、大体日本の企業さんとのやり取りが多いって感じですよね。そうなんです。今は結構ほぼ日本の企業の方とやらせていただいていて、遠隔がメインです。良いとこ悪いとこみたいなあったりしますか？悪いとこはさっきも言ったんですけど、その打ち合わせ面が、今この家がそもそもすごいネットが遅くて、なんか 10Mbps ぐらいしか出てなくて、でテレビ電話を長く続けるとこうなんかカクカクってなっちゃうとかはちょっとな。なるほど。ネットの速度問題は結構海外多いですよね。はい。どうにかした。それぐらいですかね。なんか結構割と理解ある方が多くて、電話で打ち合わせをで大丈夫とかも結構多いので、それすごく私はすごく大変だとは思ってはいる。なるほど、ありがとうございます。で、ベルリンって結構それ僕のイメージなんですけど、クリエイターとかそのアートみたいなシーンでよく耳にすることが多くて、で荻ゆかさんもそういうアートディレクションとかやられてたりとかするじゃないですか。なんかいい刺激になったりとかってありますか？もう周りに本当にクリエイターアーティストの方が多くて、なんか日本にいた時にアーティストの友達ってあんまりいなかったんですけど、本当にこう街を歩けば映画監督がいたりとかもうアーティストの方がいたりとか、もう全然ちょっと話す内容が違ったりするので、これはもうちょっと頑張んないとなとか、なんかどういう作品の見せ方をするとかの話とかもすごい参考になります。なんか作った後どうするのかとか、なんか話の中出てきたりするので、なるほど。いいですね。じゃあ早速カバンの中身の方を見せていただきたいなと思うんですけど、はい、すごいめちゃくちゃでかいですね。これどういうシーンで使うカバンなんですか？本当はこれ旅行用に買ったんですよ。こっち EasyJet っていう、ヨーロッパ内がすごい安く乗れる飛行機があるので、それが手荷物だけだとすごい価格抑えられるので、手荷物だけと思ってこれを買って。すごい機能性がいいというか、背負いやすいので、なんかたまにこう荷物増えちゃった時とか、仕事終わった後になんかプール行きたいとかもそういう時になんか使うようになりました。実はこれカメラバッグで、カメラバッグの中のこうクッションがあるじゃないですか。あれがないよって言われて、なんでこんなまであるんだと思ったんですけど、でなんかちょっと安くしてくれて、でこれはなんかアメリカのメーカーらしいです。そうなんですね。でもともとクラファンをやってクラファンで出てたやつが商品化されたらしくて、カメラ屋さんにで買いました。すごい使い勝手が良さそうですね。すごい、だからポケットがすごいいろいろあって、ここもあるし、下もあるし、ここもあるし。こことかすごいですね。そこにもあったりとか。ここに隠しポケットがあって。そう、あって。いいですね。いくらぐらいなんですか？これは200ユーロとかの2万4000円、5000円ぐらい。な
なるほど、ありがとうございます。じゃあ早速中の方を見せていただきたいんですけど、MacBook 15インチですかね。15インチです。15インチ。はい。なんかこれ買った時はまだ動画やってなかったんですけど、なんかやるかもしれないってなんか思ってなんとなくこう。なんとなく空気感でみたいな。やってもいないのにやるかもしれないからって言って15インチだとグラフィックボードが入ってそうですね、入ってますね。で、なんか説明とかを受けて、じゃあこれにしようと思って、稼働がやったのですごい。よかったです。これもなんかこれつけてます。スタンドがここにこんな感じでスタンドがついてるっていう。これでじゃあ普段は仕事したりとかしてるって感じですよね。そうですね。なんか動画やるときって iMac でやるイメージじゃないですか。だからできないかなって思ったんですけど、もうすごい全然ストレスなく動画もできて、移動してることが多かったので、MacBook だけでいろんなクリエイティブができるっていうのはすごく助かるなと。ちなみに何のソフト使うんですか、よく？私は動画はプレミアで、でも Adobe 系です。イラレ、フォトショー、あとウェブサイト作ったりするので、スケッチとかフィグマとかも入ってます。なるほど。iPad クリエイター感がありますね。はい。10.5 インチのiPad Pro とスマートキーボードと Apple Pencil って感じですね。これは私はメモ帳を持ってないくて、もうペーパーレス生活に切り替えてメモをしたりとか、スケッチしたりとか、素材を書いたりとかっていうのは全部これで、だからもう iPad がなかったら、もう生活が今できないみたいな、仕事ができないみたいな。じゃあ iPad で紙みたいにメモしたりとかそういうので使って、あとラフ書いたりとか動画もいいっすね。こっちからなんか持ってっちゃいます。でもこのすごい雑なラフなんですこんな感じで動画を撮ってるので、そのラフを書いてで撮影をしてっていうのとかを iPad でパーって書いて、これどうですかっていうのをやってます。すごい。確かに雑誌とか読んでます。D マガジンとかいいですよね。 D マガジンと、あとなぜか D マガジンプラスアンリミテッドを契約してる。僕もiPad とか電子書籍が出たことによって海外でなんか日本の情報とかトレンドみたいなのキャッチアップしやすいですよね。そうなんです。雑誌も読めるし本も読めるし、もう割と困らない。日本の情報もほぼほぼ。そうですよね。MacBook の充電器か。そうですね。MacBook は、私は仕事は図書館かカフェに行くことが多くて、なんかあんまりちょっと決まったところに毎日行くのが苦手なので、なんかその日の気分で行けるように、なんかコワーキングとかも契約していなくて、あと15インチすごい電池が減るん。わかります。めっちゃ減りますよね。すごい減る。で、最初でっかいバッテリー持ってたんですけど、もう全然それ間に合わなくて、なんで、充電できるところに行くようになりました。なるほど。そう、私イヤホンを2種類持って、こっちは Bluetooth のイヤホンなんですけど、一回あんまり静かな店内でつながってると思ってて音楽流したらそのまま流れちゃったことがあって、なんかすごい冷や汗をかいたので、そういうことが絶対ないように、ワイヤレスじゃない方を持ち歩いてなるほど。じゃあ普段歩いてつけるときはこっちの完全ワイヤレスで、店内にいるときとかはこっち使うみたいな。そうなんです。今日はそうですね。なんか充電系はこれもアンカーで、1万ミリとかのモバイルバッテリーですよね。そうです。パワーコアですね。パワーコア1万3000。結構容量デカめですけど、なんか理由とかあります？充電がめん。一回充電しちゃえば長持ちするっていう。そうなんです。多分2日3日は充電しなくても、スマホだったら持つので、なんでちょっと大きめ。でもそんなに重たくないので、これに関しては容量大きくても。なので、あと家電系は全部私は白で、アプリに合わせて白にしてます。最高ですね。もう基本的に白が好きな人間なんで。確かに。ブログの白い。めっちゃいい感じです。
これはハブ USB Type-C のハブで MacBook Pro につないでなんかいろいろ端子読み込むやつですよね。そうですね。端子がもうなくなってしまったから買って、でもこれ一旦型なので、挿したらもう動かないというか、ちょっと拡張されるみたいなので、読み込んでる時に外れるとかないし、なんか何かしらもう全部ほぼほぼこれ1個でカバーできるので。そうですね。これはどこで買った？ Amazon とかですか？これは Amazon でレビュー見ながらどれがいいかなと思って買いました。これ結構良さそうな感じですね。何でも入ってるし。なんか多分いろんな方のレビューのブログを見て、あ、これでいいかなって。なるほど。ありがとうございます。お財布に関しては、海外ってこともあるので、盗難されてもダメージがないやつと思ってなんかもう無印のお財布です。もうなんかナイロン系のトラベルウォレットみたいな感じですか？みたいなやつです。なんか使ってみて分かったんですけど、すごい汚れるっていうことだけ薄い色にしてたらなのでちょっとこれは買い替えたいなと考えてます今。なるほど。一応なんか分散させてた方がいいよとかいう話あるので、なんか分散させてるんですけど、こう一緒につけてるとあんま意味はない。確かに。でもどっちかが捉えそうになっても紐でつながってるから分かるっていう。一応盗難対策で紐をつけているけど、そういう怖い思いはしたことはないという。私はすごくミントの清涼菓子がすっごい好きなので、常に何かしら持ってます。でこれはタブレット型なんですが、日本だとプラスチックの容器に入ってるんですが、ヨーロッパはこういう紙タイプが多くて、エコっていう感じなんですかね。多分捨てる時も焼却だけで済むからなのかなって。あとこっちプラスチック法っていうプラスチックを使うと課税されるのかな。そうなんですね。仕組みちょっと忘れちゃったんですけど、規制法があるので、多分紙のに変えてたりとかが多いんだと思います。税金で対策すると結構こういうエコっぽい感じになるっていうのはなんかうまいです。国でやってるっていうのがすごい。あと、なんかお薬お薬グッズ。私すごい乗り物酔いするのと、あとなんか出先で具合悪くなることが多くて、なのでなんか酔い止めとか、あと胃薬とか。あとすごいバスがめちゃくちゃ運転がすごいそうなんですねってなって、バス乗ると結構高確率で酔うので必須だ。いつも持ってるのは口紅で、なんなら口紅しか化粧品持ってないのかっていう口紅は、結構直すことがあるので常に持ち歩いてます。これは日本で買いました。ボビーブラウン、どこの国のやつかはちょっと忘れちゃいました。リップクリーム、リップか。リップですね。はい。あとこれはドイツのブランドで、プリマビエラっていう、アロマオイルのブランドがあって、でそれのロールオンタイプを持ってます。さっきの乗り物酔いに関連してて、なんかミント系のものがあると酔いづらいんですよ。そうなんですね。私はって思っているなのでミントの、ロールオンのアロマです。これを手とかに塗って具合悪かったら。いいです。これもなんかオーガニック系って感じですか？そうです。ビオって書いてあるのがオーガニックなので。こっち結構ビオってよく見かけるんですけど、化学調味料使ってないとかそういうあれなんですか？そうだね。化学肥料が使っていないから結構規定があって、ビオ認定されてるものしかビオって名乗ってはいけないっていうのがあるそうです。面白い。これも東島の USB。そう、なんか今コピー機がなくて、で、多分これドイツならではなのかなって思うんですけど、なんかコピー屋さんがすごいいっぱいありますね。で、なんか日本だとこうコンビニでできると思うんですけど、それがコンビニがないので、コピーショップってところに行って、でこれをコピーしたいんだけどって言って。はい。じゃあボトルはなんてやつですか？これガラスですか？これガラスなんで。すごい。ちょっと重い。ちょっと結構重いですけど、これは多分環境の面を考えたボトルで、なんか最近ガラスでできたエコボトル増えてで、全部ガラスでできてて、多分おそらく全部リサイクルできるものでできている。これ熱も多分冷たいのも大丈夫で、なんか180度とか。
なので耐熱みたいな感じなんですね。私も結構建物に持っていくので透明にこだわって、なんかこうあれですよね、図書館とかに入る時にもちもチェックされて透明なボトルじゃないと持ち込めないっていう。そうなんです、これダメって言われるので透明なのを探して買って何個か候補があったうちの中でこれがガラスのも使ってみたかったので、ガラスの中でも結構軽めだったのでこっちはこれにしました。確かにガラスってなんか割れる怖さとかあると思うんですけど、あんまり結構こっちの人ガラス使ってる人多いじゃないですか。まあビール瓶とかもほぼガラスだったりするし、そうなんですね。なんかガラスが多いですよね。それはなんかゴミの観点だと思います。なんかガラスはもともと自然物からできてるものなので、最後もこう昇格処理できたりとか、なんだろう、土に入るのかな、ちょっとその辺はないらしいですけど、自然に入るものではあるので、そういうのを気にしてる方はガラスを使っているんじゃないかなと。じゃあこんな感じで荻生さんのカバンの中身とちょっとしたこうベルリンでの生活みたいなところに触れつついろいろ聞いてみました。じゃあこんな感じでありがとうございました。じゃあ次の更新もまたお楽しみください。